よし。2024年7月の19日、インディオ侍の斉藤です。沖縄県からですね、農業技術の動画を配信しているものです。YouTube さん使ってね。今日はね、7月の19なんだけど、あれね、狩り、ちょっと後回しね。育苗の相談が多いんだよな。育苗っていうかね、いちごね。この前、何回か前トマトの受精やったのか。で、ちょっと今日さ、7月も19日になると、いちごを定食するまでに、あと9月の、初中旬に植えるとすると、約5、60日か。で、親株から始まって、粉苗で、切り離し。で、粉苗になってからのさ、こっから7月の、計算しやすく20日とするか、定食するまで、じゃあ9月の10日にしようか。この50日間の、まず管理法というのと、今、いまいち数がね、取れてないんだよねって人の方からまず先に行くか。まずこれ50日覚えておこうね。7月の20日から、これちょっと覚えておこうか。で、順調にいってる人、斉藤さんうまくいきました。数確保できたからっていう人とさ、まだちょっと途中なんだよねって人で、でね、全然それが悪いんじゃないんだ。まだ7月の計算しやすく20日だからさ、要は定食まで50日あるから、なんとかなるよっていう話。で、もう安全圏に入っちゃった人はその管理の仕方だよね。でね、まずね、吹きのちょっとよろしくない人。出方だよね。でね、まずさ、例えばさ、1万株欲しいとするじゃない。1万いる人はね、1万5千作るつもりでやって。1万5千。1万5千の中から1万株に選抜していくわけ。でね、揃えてほしいの。苗の大きさを。で、揃えた苗は、できればユニットごと、ハウスごと、ユニットごと、で、揃えて定食してほしいわけ。で、あんまり考えないで例えばさ、1万株植える人で、1万株しか取れなかったら、そりゃそうだよね。数ギリギリだから、揃えるものはもう、定員ぴったりです。ってことになるわけ。ただね、1万5千苗取れてる人は、この1万株まで、この調整弁の5000株があるわけよ。だから、体格を揃えた、ウェイトバランスを揃えた苗たちを置いていくと、特に俺のところは斉藤流入れとこうね。で、揃えるということは、どういうことかというと、斉藤流の場合でいくと、初期の頃ってさ、俺んとこ、忌避はしなくていいですよって言ってるから、根張りの問題がね、あってね。で、忌避なしで行って、植えて、定食してわずか3日間から5日間で、バイオメジャーと大地の雫と計算資材を使って発根バチッとさせちゃうわけだ。発根と身長ね。発根と身長。ちょっとそれテーマは一回作ってやんなきゃいけないから。で、今日はそれじゃないんだよ。ランナーの吹きをやったときに、要は、1万5千から1万を選抜してやったということは揃ってるから、初期の頃の窒素リン酸カリであるとか、沖肥の、しかも液肥にしたって 0.4 から流すわけだから、その微妙な、微量の肥料に対する反応があまりにも対角差のある苗があると、ちっちゃい方か大きい方に揃えて非売しなきゃいけなくなるでしょ。どっちか優先してやんなきゃいけなくなるよね。だから揃えてくださいねっていう考え方。じゃあまずこれ吹きだよね。でね、そうだな、ここのとこ今7月の20日ぐらいで、今これ実は収録ってさ、10日前にやってんだよ。だから7月の10日か9日か10日ぐらいに収録してるんだけど、ここのとこずっと俺のとこに来る質問であるとか、着姿画像を見せてもらって、やってることっていうのは、まずね、吹きがね、停滞する人がいるの。で、まずいつものテーマ、12、3、4。で、硝酸石灰は使いません。
まあ、要はね、栄養成長だからさ、じゃあいいじゃないのと。で、今は硝酸石灰は使わないで、ただこの CA の部分は、これは大地の雫で使ってるでしょ。大地の雫ね。羊くんの作った大地の雫の方ね。うん。で、やってるから、カルシウムは問題ないけど、この12っていう窒素の高さを使って吹きを良くさせてるということさ。だからね、もう一個の肥料で、だからね、あれ全然斉藤さん今、うち希望の 1.5 倍の苗、なかなか取れてないんですけどっていう、まず吹きの問題。で、6対8対4。前言った、肩幅と胸板っていう言い方したかな。あれトマトで言ったんだったかな。こっちは肩幅と胸板みたいなやり方で言ったときに、この輪の率を使って横幅持ってっているから、幅があるから、胸板厚くすると吹きが良くなる。つまり、この丸1と丸2に分けようか。だいたいこれでいくから、親株は。でね、仮成分は低めでいいから。ランナーだから。要はね、実という行き場所がないから、とりあえず、この丸1、丸2中心でいってるんだ。で、このね、吹きがね、ちょっとおとなしくなっちゃった人は、窒素の内在というのをちょっと置いてっちゃってるわけ。これを。だから、吹きの良くない人には、でね、この丸2、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 丸2って言って、例えば10日2週間丸2でいっちゃうと、幅は取れるんだけど、吹きがいまいちよろしくないって時には、丸1に戻してくださいと。で、どうですかって言うと、なんか斉藤さんまた吹いてきました。で、たったこんだけのこと。で、夜温が20度以上だから、これはね、別にね、難なく吹くから。で、ひょろひょろさせないってのは丸2。だから、丸2、丸2、丸2でしばらく来た人は、なんか心当たりないですかって言ったら、履歴見ると丸2多すぎますよって言って、はい、丸1に戻ろうって言ったら、斉藤さんまた吹いてきました。ということ。だから、こうやってね、ランナーの吹きっていうのは別に丸1と丸2で使い分ければいいよ。隔離栽培で親株作ってる人たちは、微量要素たまにあげるんだよ。だいたい3、40日に一遍でいいから。表面からでいいからね。まあ、どこの人もまた別だからね。で、それで吹く。で、あんまりあんまり葉面散布でミネラル対応しないでね、過剰症出るから。で、これがランナーのまず吹きの課題さ。だから、吹いてない人は吹いてない人で、はじめまして斉藤さんとか、斉藤さん久しぶりとか、もしくは斉藤さんあれって俺のことだよねとか、反省しながらメールください。そうだよ。あなたのことだ。いやでもね、おかげさんでね、そういうこともあって、みんなにフィードバックできる。感謝してます。うちの指導先さんにね、たくさんの症例が来るから、やっぱりたくさんみんな同じようなところでつまずくから、そういった人との自然アンケート的なものになって、で、動画配信につながると。俺2年ぐらい前にこれやったかなと思うんだけど、もう俺は忘れてるからもういいよね。で、今のが吹きの問題。で、今度はね、晴れてね、数がね、到達した人、数量がクリアできた人は、数 OK の人は、まずね、切り離すの。もう切り離してて、まずね、置き場所はね、風通しよくしてね。でね、あんまり近くに置くと、こんな置き方しちゃうと、夜温が高い時期だから徒長するからダメだよ。なのでちょっと離しておくの。風通しよく。で、まず風通しを良くしてほしいこと。で、まず切り離す位置いくか。風 OK の人で7月の、中下旬からもうポット並べて置いてる人なんてもううちの指導先さんいくらでもいるから、ポットあってさ、ランナーちょこちょこって葉っぱあるでしょ？俺のいつもの絵は勘弁してくれ。で、こういう風に、節1個残すの。こうやって。節あるでしょ？節。なんかこう、見えるかな？もう節だ。この節を残して切るの。だから長いまま。これはね、ウイルスの感染がしにくいわけ。これやっておくと。だからまずこれ覚えておいて。鉢上げするでしょ？鉢上げしたもので、節。この辺でパツって切る人たまにいるから、ダメだよ。この節を1個残して、こう長いまま切るの。で、これでまず保管する。で、さっき言った通り風通しの良さ。で、その時に、切り離すタイミングは、これをちょっと、ちょっとつまんで持ち上げて、完全に活着してる人、そいつは根も見えます。活着してます。そらそうだ。で、そうなって初めてここに化成肥料、まず一粒。一粒だよ。
中粒ぐらい、大中小の粒のサイズあるけど、だいたいね、フラット型、10対10対10とか、8対8対8とか。これ、こないね。こない。まさに今切り離した人の管理、斉藤さん私どうすんだって言ってくるから、節一つ残す。一粒で完全活着してるから一粒置きます。ね。化成肥料。まずはこれの管理さ。で、葉面散布はいつも言ってる通り、葉面散布及び兼、葉面洗浄は、病害虫をつけないために、大地の雫、ピュアシルバー、バイオメジャーを適時、斉藤の、に相談しながらやってください。まあ、特にまだ苗がこないだからさ、バイオメジャーの倍率だとか頻度って、ちょっと本譜と別だから、それちゃんと聞いてね。聞いてよ。で、これがまず切り離し。で、切り離してから、の保管方法は、風通しよく近づけちゃうと光の奪い合いがあるから徒長するからダメだよ。こういう置き方しないでね。こんな感じ。で、風もよく通るし、光の奪い合いもないから徒長がしにくいところに、大地の雫を、今日はね、大地の雫を連呼するんだけど、大地の雫を300倍とか200倍の火を作るわけ。で、一つは、引き締め、徒長抑制なのさ。野音が高いから、これはね、窒素を代謝させるの。で、今日はね、危険だから言っとくけど、大地の雫を200倍から300倍の火を挟むわけ。で、これはね、窒素の代謝、徒長の抑制。ということは、こないのうちからこれをある程度の頻度でやっていくと、炭素率、CN 比、窒素切らないで炭素率の確保できるのさ。よく窒素を切るって人いるんだけど、こっちは切ってんじゃなくて代謝してんだよね。窒素切って植えてとかっていう話もあるんだけど、こないのうちからね、このね、大地の雫の200倍とか300倍っていうのを定期的に挟んでるから、窒素を切ることなく代謝させてしまって徒長を抑制させながら CN 比の維持ができてるから、お盆が明けて9月とかになんでこんな時期に植えるんだとかって言われるうちの指導先さんもいたんだけど、彼は今年表彰されてました。一番取れたそうです。こないのポットに入れてからの管理っていうのは、大地の雫のね、高濃度散布によって、まず、いいとこっていうかね、恩恵があるのが、大地の雫ってさ、トレハロース入ってんだよ。水の置換性、保護能力、耐寒性、対処性。で、今、気温が高いから、大地の雫を高濃度でかける火を挟んでおくと、ほら、トレハロースの含有量を、トレハロースの、いわゆる耐寒対処性専門で発売されてる資材と、大地の雫のトレハロースの量って、どっちが多いと思う？言わない。でね、このトレハロースのおかげでね、今この暑い時に対しての対処性、暑さに耐えるっていう字ね。対処性もね、ついてくるわけ。もちろん遮光とかもちゃんとやってね。で、窒素の代謝、つまり CN 比の数字作りが今のうちからできていますよと。で、この絵にはそういう処理をしておいてくださいねと。例年と違うのは、バイオメジャー使ってるでしょ？今年2年目3年目の人はいいのさ。で、ここのとこ駆け込みのように俺のとこに来てる人っていうのは、まずね、ポット小さい。ポットってさ、実際さ、鉢上げするポットってね、ちょっとこれぐらいのサイズをしようか。小さいと、でね、こっちが、斉藤流。こっちがそうでなかった流。無名。ね。で、ポットの容量同じで、中のさ、根量がさ、こっちがさ、例えば 100% としよっか。多いって意味ね。で、こっちが30ぐらいだとしよっか。すると、水のね、蒸散率が違う。こうやって根っこ。そう、根っこ見えます。ポットつまんで持ち上がります。こっち、根っこ見えませんとかなると、見て。ほら。これ水分の指標だとするでしょう。それは減るよ、これって。これあるよ。なんかちょっと配色がおかしいよとか、ランナーの
吹かせる方の話に戻すと、だいたいね、水分量足りないんだ。親株ってのはさ、こうやって行き先がたくさんあるよね、ランナーの。こうやってね、行き先が、これランナーの行き先だと思って。親。ね、これ親よ。こうやってたくさんあった時に、水の出口がこんなにあるの倍なんてもんじゃない。で、ここに対してさ、親は一人で水を送り込むわけだ。で、この原理が働くわけ。で、俺のとこで一緒にやってるから、殺虫剤、殺菌剤使わないで、この根っこの量が根量100の人は、この根量30の人よりも、水の吸い口が多いってこと。3.3 倍。まあ3倍多いってこと。だからよく吹くのさ。水ここボンボン出てくの。水が蒸散していくわけ。こうやって。だからね、ベテランさんでも、斉藤流のやり方で本舗であっても、苗を作ってる時も、特にね、苗の時にはね、お母さん揮発点にして出口がたくさんあるから、この100% と 30% の違いを見てほしい。ランナーの吹きがいまいちなんですけども、って人はね、水やりの量を間違ってる。間違ってる。何回あげてますかって言ったら、朝1回です。去年はって言ったら、これで間に合ってました。ほら、これの考え方さ。本量の考え方。つまり出口が多い。で、これの水少なかったらこっちの方に水行き渡らないから、ね、水が行き渡らないわけだから、こっちでやると、根量100人だから、バンバン行くわけ。だから、どんどん出てくるの。さらにこうやってランナー出てくる。だから、俺んとこの指導先さんが、ランナーの数がいとも簡単にあっさり確保できるっていうのはそういうことさ。これがちょっとまず、冒頭で言った窒素のことだな。12対3対4と6対8対4で、窒素を持って吹かせる。で、次は水分。だから吹きが悪い人は、窒素の使い方と、このね、100対30に対しての本量の多さに対する、これに適合した水分量が取れてないの。で、これをやると、あ、斉藤さん、なんか、3日もしたら出てきました。だろうって。謎の不調はね、いつも言うんだけど、水分量です。実に多いね。これが、窒素だ、水分量だ。っていうこの話ね。まあ、結局、言えば7月の20日だから、で、私まだ間に合わないとか間に合ってるとか、間に合った人は、鉢上げしてからの管理。で、まだ目標数いってないって人は何も慌てなくていいよ。相談してね。指導先さんじゃない人も初めましてって言ってくれれば、わかりました。対応しますというので相談には乗ります。ただ、第一の雫とバイオメジャーとピアシルバーは、まあ俺はいると思う。なしじゃやっぱりね、殺虫剤、殺菌剤バンバン使いながらやると、薬害出てすごいんだよ。暑いからさ、薬害出るよ。出るよ。しかも弱々しい粉絵だからね。なんか調子悪いと思います。茎赤いんですって。それはフラストレーションから来るアントシアンですよ。暑くても寒くても、フラストレーションがかかるとアントシアン出ます。光の奪い合いが起きないように、風通しもよく、ちゃんと苗っていうのは、過保護じゃないんだよ。ある程度の、俺らも子供の頃にさっきちょうど指導先さんと電話で話してて、この言い方だなと思ったんだけど、俺もおかげさんで親がいて育ててもらってさ、3度の食事と、学校までは行かしてもらった。だからね、最低限のことまでは、粉絵たちにはしてあげないと、あまりにも過酷な環境でやったら、本舗に出てから力発揮できないからね。だから今言った置く場所、置く環境、遮光、風通し、水分というのは、俺らが子供の頃で親にしてもらった3度の食事とか教育だとか、なんかこう友達ん家にね、遊びに行って楽しかったなとか、ああいうね、すべてはね、親たちが作ってくれたインフラなんだよな。まあちょっと話が飛んだけど、そんな例え、おまけでもないんだけど、斉藤さん、鉢上げこんなに早く行って、なんか廊下内がどうとかっていろいろ言われるでしょ、廊下ね。なんかこう長く置くからさ、まあそれで出てくるんだ、これ50日とか。廊下っていう言い方が良くないのかな。まあ、でね、これね、そんなに悪くないんだよ、これ。
定食するじゃない？まあ、もう植えるときに、ちょっと、根っこもみもみしてさ、で、そうだな、老化っていうかね、なんかね、眼鏡なんだよ、これ。まあ、みんなが言う、老化ないっていう言われ方するけど、なんかね、これ強い、耐性強いの。耐性あるんだよ。結局、外の環境に対して過酷だから、時間経ってくると、根っことかがちょっとね、硬くぐーっとね、ディフェンス的になってくるわけ。そうするとね、ちょっとやそっとのことあってもね、枯れないから。ある程度日にちが経過した苗たちっていうのは、これのことね、耐性強いの。斉藤流で行くと、定食してからこの耐性のついた苗というのは、例えば9月の10日でまだ気温今年も記録的に暖かいから、暑いから、耐性のついてる苗で植えた方が耐えちゃうのさ。で、初期の頃の生育がとか、まあ、いわゆる皆さん言ってる老化苗だけど、耐性有志だと思わない？過酷な気温が高い状況の中で植えたときに、この耐性がものを言うのさ。で、ここにかけてはじっくりゆっくりと、第一の雫とバイオメジャー使って、発根とか根の身長とか根張りなんてのは、なんとでもなるよ。なんとでもなるっちゃあれだけど、なんともしてきたよ。うちの指導先さんとね。あと俺自身もなんともしてきたよ。50日から60日ないっていうのは、そんな悪くない。でね、早く、例えば9月の月初に植えて、年内取りたいがために、年内なんかちょろんと取って谷に落ち込むぐらいだったら、これ谷ね、頭ね、ピークね、ちょろんと落ち込むぐらいだったら、定食日少し後ろにずらしな。そんなね、猛暑過酷な時に、本舗のビャーっと開いとこに行くんじゃなくて、日陰である程度風通し良くて、置いとけるところに、この耐性のついた苗を置いとくのま。で、その暑さのピークを過ごしてから、この耐性のついた苗たちで、この50日、60日経った耐性を持った頑丈な連中。要はね、体が硬いとかって意味じゃないんだよな。厳しかった環境で、ちゃんとディフェンス力がしっかりあるっていう。そんなイメージ。で、本舗にまあなんとかなるか。時に、本舗にこの60日後とかでも、定食するわけ。で、いつも俺が言ってる、発根処理だ。バイオメジャー、第一の雫、計算、資材を使って、発根慎重。で、そっから徒長してる苗ですら、第一の雫の高濃度の散布の仕方をしながら使って、炭素率をコントロールしながら耐性つけてるわけだから。で、本舗から話がスタートするから、バックフォー男。バックフォー男ってあまりいいあれじゃないの。影のバックフォーマン。ダメか。九州でね、こういうのことやって、もう俺と、3年目かな ?4 年目かなへっちゃらでやるから。彼はもう今体制のこっち系の苗になってるから。もうね、苗の時代から、仕込んである。だから、本舗に行っても、体勢ついたままで大丈夫だって。周りが言っても大丈夫だって。大丈夫だって。体勢のついた強靭な苗で、炭素率を花芽傾向に持っていきながら、窒素を切ることなくやるから、彼は、表彰式いつだったのかな？おめでとう。うちのね、指導先さんがね、収穫量多かったからね、表彰されたんだ。嬉しいね。このようにですね、銀龍侍斎藤流では、様々な、農業技術を、動画で配信しながら、年々過酷になっていく、この気温上昇、気象環境の中でですね、インフラや生理現象、その他等を相談に乗りながらやっております。バイオメジャー、第一の雫、ピアシルバー、この3つを、銀龍侍合同会社と申します。
うちの会社から買ってくれた方のみに限って、指導料無料、コンサルフィーなし。同じだね、指導料とコンサルフィーね。なんだろう、これ有料級っていうのはなし。で、やりながら、肥料の解析、今回のような苗の作り方、土の作り方、病害虫の止め方、農薬の減らし方、殺虫剤、殺菌剤なしで作りたいっていう人は、もう作ってる人がもう何十件もいます。何十件もいます。比較的奥様に喜ばれます。その生産者の奥さんにね、佐藤さん私楽になったとかって。おめでとうございます。金龍侍合同会社問い合わせフォームの方から入ってきていただいて、聞きたいこと、あとは確認したいこと等があればですね、住所、名前、電話番号を身分を明かしてから私の方に聞いてくれれば、わかることであればお答えして、やりとりに、どうも信憑性があるなと思った人は、どうぞうちの指導先になって、栽培の方をうまくいくように一緒に頑張りましょう。よろしく。